人は意志の力を信じている。固く誓えば変われると。しかしその誓いはなぜ夜になると解けるのか。今日から変わる、そう決めたその日のうちに、一人の船乗りの話がある。長い戦を終え、彼は故郷へ帰ろうとしていた。妻がいる。まだ見ぬ息子が待っている。帰りたい、その一心だった。だがその回路に越えねばならぬ難所があった。セイレーン、歌を歌う海の怪物たち。その声はこの世のどんな音楽より美しいという。聞いた船乗りは我を忘れ、自ら船を岩へ向ける。砕けた船がいくつも沈んでいた。島には水死した者の骨が白い山をなしていたという。彼はある魔女から忠告を受けていた。あの歌を聴けば誰も正気ではいられない。軽妙な男なら耳を塞いで素通りすればいい。だが彼はこう思ってしまった。この世で最も美しいというその歌を一度聴いてみたい。聴きたい。しかし聴けば正気を失う。多くの者ならここで欲を捨てる。彼は捨てなかった。その代わりにこう考えた。聞いても船が沈まなければいい。彼は部下たちに命じた。柔らかい蜜蝋を耳につねよ。何が起きても漕ぐ手を止めるな。こうして漕ぎ手の耳は塞がれた。彼らにはもう何も聞こえない。そして彼は自分については逆のことを命じた。私の耳は塞ぐな。私をこの帆柱に縛り付けろ。きつく。私がほどけと叫んでも決してほどくな。暴れたら縄をもっと増やせ。部下たちは主を柱に縛った。何重にも縄を巻き固く結んだ。そして船はその海域へ入っていく。風がふっと止んだ。帆が力なく垂れ、海が鏡のように静まり返る。まるで世界が息を潜めたようだった。そして遠くから歌が聞こえてきた。はじめはかすかに、だがそれは彼がこれまで聞いたどんな音より甘く深かった。その歌は彼の名を呼んでいるようだった。おいで、ここへ。すべての疲れが終わる。その瞬間、彼は変わってしまった。さっきまであれほど冷静に策を立てた男はもういない。残ったのはただ一つの衝動。行きたい。あの声のもとへ。ほどけ。ほどいてくれ。彼は絶叫した。縄に爪を立て、肩を裂かんばかりにもがいた。血がにじんでも痛みすら感じない。部下を睨み、命じ、懇願した。王の命令だ。ほどけ。頼む。だが漕ぎ手の耳は塞がれている。誰一人振り返らない。彼らはただ前を見て貝を海に沈め続けた。主が縛れと言ったから縛った。ほどくなと言ったからほどかない。それだけだった。船はまっすぐ進む。彼の絶叫を乗せたまま歌の中心を通り抜けていく。そして少しずつ歌が遠ざかっていった。甘い声が背後へ流れ、やがて波の音に溶けて消える。風が戻ってきた。帆が膨らむ。彼は力尽きて柱にもたれた。汗にまみれ、うなだれたまま荒い息をついた。そして生きてその海を越えた。この船乗りは歌に勝ったのではない。自分は必ず負ける。そう知っていた。だから負けても船が沈まない形にあらかじめ自分を縛った。今夜こそと誓う人がいる。明日から
と決める人がいる。そして気づけばその手にはスマホがある。夜中に冷蔵庫の前に立っている。意志でこらえようとする。歯を食いしばって。そういう夜が静かに増えている。ここに一つの思い違いがある。私たちはこう考えている。誘惑が来てもその時意志の力で跳ねのければいい。だが問題はそこにある。冷静な時の自分と誘惑に火がついた時の自分はまるで別人なのだ。行動科学ではこれをコールドな状態とホットな状態と呼ぶ。コールドな時、人は正しく考えられる。明日は走ろう。もう夜更かしはやめよう。だがいざ目の前に誘惑が現れると脳はホットになる。理性は後ろへ下がり、欲しいという声が全てを支配する。この時いくら誓っても遅い。歌がもう聞こえてしまっているからだ。冷静な自分が立てた計画は火のついた自分の前であっけなく燃えて消える。真面目な人ほどこの事実を知らない。自分の意志を信じているからだ。そして意志だけで正面から戦い、その度に負ける。ではあの船乗りは何をしたか。彼は歌が聞こえる前に動いた。まだ自分が冷静なうちに。心理学ではこれをプリコミットメントと呼ぶ。未来の自分をあらかじめ縛っておくこと。意志がまだ強いうちに意志のいらない仕組みを作る。お菓子をそもそも家に置かない。スマホはいっそ家族に預けてしまう。それは逃げでも弱さでもない。自分という人間を正しく見くびる。その賢さだ。今から2000年以上前、古代ギリシャの哲学者アリストテレスも同じ問いの前に立っていた。なぜ人は良いと分かっていることをやれないのか。彼はそれに名前をつけた。アクラシア。知っているのにその通りに動けない。そういう心の状態のことだ。そして彼はその答えを意志の強さには求めなかった。彼はこう書き残している。徳とは生まれつきのものでもその反対でもない。それは習慣によって完成される。一度の固い決意が人を変えるのではない。繰り返される小さな習慣がいつの間にかその人を作る。歯を食いしばって坂を登り続けるのではない。気づけば頂上にいる。そういう道の方を先に作っておく。だからもしあなたがまた誓いを破ったとしても、自分の意志を責めなくていい。責めるべきは意志ではない。意志だけを頼りにしたその戦い方だ。火がつく前に動く。負ける場所に初めから立たない。言い換えればそれはあの船乗りがしたことと同じだ。彼の名をオデュッセウスという。彼は歌を消さなかった。耳を塞ぎもしなかった。この世で最も美しい歌を確かに聴きながら、それでも飲まれない形で彼はその海を通り過ぎた。同じ知恵は時代や国を超えて残ってきた。古い中国にもこういう言葉がある。君子危うきに近寄らず。あなたが次に何かを断とうとするとき、歯を食いしばるだろうか。それともまだ静かなうちに自分をそっと帆柱に縛るだろうか。